2021年4月16日から30日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。4月16日から30日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらに水亀座さんのリーディングで水亀座新月のカードが出ております。その状況に愛を注ぐというメッセージが書かれているんですけれども、この時、このご自身の愛を注ぐというシチュエーションがいろいろと現れてくる。それで、まず一つ目なんですけれども、こちらにカップの7が出ております。前回はカンガルーのカードで出ていたんですけれども、いろいろと興味を持ちすぎて、それで選択に迷ってしまっている。この時はある程度まで絞った方がいいと思うんですけれども、その絞り方がこの愛を注ぐ、それに愛を注げるかどうかっていうので絞り込んでくださいって言われています。そして絞り込んだら計画を立てる。前回も違うカードから同じメッセージが出ていたということで、これはとても強いメッセージ。この計画を立てるっていうのが、その後結果が出るかどうかっていうのに直結している。計画を立てないでとりあえず出発するっていうのはやめてくださいって言われています。この時は、というかこの4月のこの計画っていうのが、あなたの意志の強さを反映している、あなたの愛を反映している、そのあなたの愛や意志を計画に反映していくことで、とても大きな結果に結びついていく。その意志の強さや愛の大きさに比例して結果が大きくなる。ですので、この4月、気合を入れて計画を立ててください。こういう計画をきちんと立ててくださいっていうメッセージが続けて出ているっていうことは、計画を立てるのが苦手な方がいるんじゃないかなって思うんですが、この4月の計画があなたの数ヶ月後、そして数年後を変えるぐらいの大きな力を持っているって言われていますので、ぜひご自身の意欲、愛、野心、熱意、そのエネルギーをその計画に注いでいただきたいなと思います。そして2つ目はこのワンドの2なんですけれども、こちらに JP モルガンの言葉が書かれておりまして、どこかにたどり着きたいのなら、まずは今いるところにとどまらないことを決心しなければならない。
と書かれてるんですけれども、この計画の実行、今いるところから、この計画した次の目的地に向かうために、計画の実行をスタートする、その状況に愛を注ぐ。その愛がエネルギー源になる。そしてこの時、計画を立てて、そしてそれを早速実行していくっていう、とても前向きな未来に進んでいくエネルギーなんですけれども、それを邪魔するかのように、障害物になるような人物や出来事が起きてきそうなんですね。こちらにコウモリのカードと壁のカードが出ております。このコウモリのカードには敵対する人物って書かれてるんですけれども、それはあなたが次のステップに進もうとするのを邪魔する人っていう風にも受け取れますし、あと、この新しいあなたになっていくために、誰かと敵対しなければいけない状況にあるっていう方もいると思うんですけれども、もしそういう状況に陥った方がいらっしゃいましたら、その時でもこの状況に愛を注ぐっていうのをお勧めされています。そういう敵対する人が現れると、怒りのエネルギーとか、ネガティブなエネルギーがご自身の中から溢れてくるっていうのは普通のことなんですけれども、この時のこの敵対する人、敵対する状況っていうのは、あなたが次のステップに進むために必要な状況でもあるって言われていて、それを乗り越えてこそ次に迎える。なので、この状況に愛を注ぐっていうのは、その敵対する人に注ぐのではなくって、自分自身に主に注いでいただきたいんですけれども、その自分自身に愛を注ぐっていうのは、この新しい自分になろうとしているいろいろな障害物を乗り越えて、次に向かおうとしている、未来に向かおうとしている自分自身に愛を注ぐ。自分を愛してあげる。どんな邪魔する人が現れてきても、いろいろな選択肢の中から愛するもの、愛する人を見つけて、そして計画を立てて、その計画を実行しようとしている自分自身にその状況に愛を注ぎ続ける。そうすると、そのポジティブなエネルギーに引き寄せられるように、あなたの味方になってくれる人が現れてくる。こちらにワンドのページが出ておりますけれども、この時、お友達だったり、お友達のような恋人、家族があなたの味方になってくれる。それはこの壁のカードにも書いてある誤解を解いてくれる人になるかもしれないんですけれども、あなたが熱意を持って、愛を持って、強い意志を持って取り組み始めていることを応援してくれて、そして次のステップに後押ししてくれる存在。それもあなたがその状況に怒りなどのネガティブなエネルギーではなくって、愛を注いでいるからこそ、味方になって応援してくれる。そしてこちらにお花のカードからサードアイを開くっていうカードも出てますけれども、この第三の目を開くっていうのは、この敵対する存在から身を守るっていうことでもあり、この数ある選択肢の中から選び取って、そして計画を立てて実行し始める。そういう最初の大切な時だからこそ開く必要がある。ですので、この時はあらゆる感覚を開いて、目を開いて、次の状況に進むための難関をクリアしていただきたいなと思います。それで、この時、この次のステップに進むために必要な情報、良いお知らせが入ってくる
て言われています。それも次のステップに進むための追い風になると思いますので、このメッセージっていうのは、サードアイが開いているからこそ見つけられるっていう場合もあると思いますので、ぜひ見落とさずに受け取っていただきたいなと思います。この時は、今のあなたにとって誰が味方で誰が敵なのかっていうのが分かってしまう時にもなると思うんですけれども、これが分かることによって、この変化の速度、次の目的地に向かっていく速度が速くなってくる。そういう真実を見抜く時でもある。このトラブルを解消するのも、障害物を乗り越えていくのも、計画を立てて実行して次の目的地に向かっていくのも、すべてのエネルギーはあなた自身の愛。その愛をあらゆる状況に注いでいくっていうのもそうなんですけれども、ぜひまずは自分自身に注ぐっていうのを忘れないでいただきたいなと思いました。それでは4月16日から30日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。